なな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 なドロップスドロップスエマのパワーチャージチャンネル。こんにちは、エマです。はい、いつもミネラルウォーターのオタク話を中心にお話ししてますが、今日も宇宙の話というか日常ですぐ実践できるスピリチュアルスピル活用法をお伝えしたいと思います。はい、今日もエマのお友達イヌクシも一緒です。よろしくお願いします。チャプトカメラ。はい。あとこれエマが書いたんですけど、一番辛い時に書いて、ずっと私を支えてきてくれてる言葉ですね。自分で書いてなんですけどでも本当にこうなんです。大丈夫、きっと一番いい風になる。みんな幸せになるために生きてますんで、そのためにちょっと一つずつあれですよね、その辛いこととかをこう剥ぎ取っていくお手伝いができればなと思ってますので、よろしくお願いします。さて毎回お伝えしようと思ってるんですけど、このお話たくさんある情報社会の中でどの情報を自分で選択していくかっていうのは皆さんが自分で決めてくださいね。その自分で決める、自分で採用するっていう意思がすごく大切になります。その自分で決めていくぞ、自分の未来は自分で作るんだっていう意思が幸せになる第一歩なので、はい、自分で決めていきましょう。なんで、この話を聞いて採用するか採用しないかっていうのは皆さんのそのピンときたか来ないかとか、いいなと思ったから別にって思ったからね、決めてもらえれば、自分の感覚に従って決めてもらえばいいと思います。さて今日のテーマはですね、現状を変えたい時の魔法の言葉というテーマでお送りします。先にちょっとこれありがとうっていう言葉なんですけど、感謝の気持ちですね。感謝の気持ちは、感謝の波動っていうのはすごいもう最高の高い波動なのでこの感謝の気持ちをいつも忘れずにいると自然と幸せな、方向に向かっていけると思います。で、今日はこの現状を変えたいけどもうどうしようもないみたいな時に使える方法をちょっと一つお伝えしようと思います。これはですね、その現状を変えたいなって思った時に、まず現状を変えたいからこの現状を卒業しようって決めるんですよ。で、現状を卒業しようってまず意思決めますよね。で、そこから毎日この現状はもう卒業します、ありがとうございましたっていうふうに言うんです。それだけですで、そうすると自分で決めたから、未来はこう自分の意思が先で、後からそこに未来がついてくるっていうような感じなんですね。なんで自分の思っていることとか信じていることっていうのが現実になっていくっていうふうにこの世界はなっているので、自分で決めれば後から現実が追いついてくるんですよ。で、その時にその現状を変えたい、じゃあ卒業しようって言って自分で卒業する方向に
ね言っても全然それはそれで素晴らしいです。はいだけどその現状を変えたいけど私の力では今どうにもできないみたいな時にすごい使えるんですよこれで。そうですね、じゃあ私の経験例っていうのなんて経験したこと体験したことをお話ししますと、そうですね、昔働いてた職場にすごい合わない上司がいたんですね。でもう本当にいろんなお仕事を任されて任せてもらうのはありがたいことなんですけど、でもその時はもうなんか負担になるぐらい任されてたんですよ、精神的に。でなんかまあいろいろこう、ちょっときつい人だったのかな人間的に言うと、でも悪い人じゃなかったです。でそう魂的に見てもその私を成長させるためとかその他の道に導いてくれるために現れてくれたソウルメイトさんなんで、今となってはもう感謝しかないんですけど、でその人その上司がもう嫌で、その時はこれ以上この現実は嫌だって思ったんですよね。でその時たまたまなんか YouTube のチャンネルでありがとうっていう言葉をもう嫌でもいいから言っていくと卒業できるってことを知ったんです。でその日から私は毎日こう一人になれる空間でまあお風呂の中ですけど、お風呂の中でありがとうございました、もうこの経験を卒業します、たくさん学ばせてもらいました、なんとかさんありがとうございましたってまあ最初から言えたらいいんですけど、最初はもうなんかもうすごい嫌いな気持ちとか嫌な気持ちがすっごい出てくるんでありがとうなんて絶対言いたくないんですよありがとうって言いたくないけど、だからありがとうございましたみたいなどうもありがとうございましたって言って1日目が過ぎてきました。はいでその2日目またお風呂の中でありがとうございましたを言おうと思ってまあ2日目も、煮えたぎる気持ちでもうなんで俺何回言わなきゃいけないんだみたいな感じになりながらありがとうございましたみたいな1日目よりちょっとマシになってきたって感じで、3日目もありがとうございましたって、心からはちょっと言えてないかなみたいな感じはありますけど、1日目2日目よりはいい感じになってきて、ありがとうございました、たくさん経験させていただきましたって言いました。はいで4日目4日目も4日目になると、結構落ち着いてきて気持ちも、ちょっと本当にこう心からありがとうございましたが言えるようになってたんですね。どうもありがとうございました、たくさん学ばせていただきました、もう卒業します。そしたらですね、次の日なんとエヴァさんって言ってその上司が来てくれて、私異動になりましたって言ってそんなことあるびっくりして、と思って、そうなんですよ、こういうこと起こるんですちょうどタイミング的にもその私が心からちょっと感謝できるなって思い始めた時に、ありがとうございましたって、もう卒業できました、たくさん学びをありがとうございましたっていう気持ちをちゃんと持ってたタイミングでそれが起こったんですよいやもう鳥肌ですよねそうこれだから本当に使えますよ。あともう一つの事例として、うちの娘ですね、次女がなんか、学校の先生ちょっとこうなんつうんですかね、当たりの強い先生がいたんですよね
それも別にその先生が悪いというわけではなくて、その次女の学びのためにいてくれた、ソウルメイトさんなんですけど、ソウルメイトさんなんですよ。出会う人は全ていろいろこう名前はあるけど、エマはそういうふうにそれを採用してます、出会う人みんなソウルメイトなんで、その次女も、そういう学びのためにその先生に出会ったで、それはそうとしても結構やっぱ傷つくじゃないですか。いろいろね、なんかちょっときついことを言われたりすると、先生だから逆らえないしっていうところで、なんか私はこれ後で知ったんですけど、次女もなんか同じようにありがとうございますって言って、なんかやったらしいんですよ。ありがとうございました。そしたらその先生もその後異動になりましたいや、これほんとすごいよで、異動になってなんかやったーっていうのはちょっと失礼かもしれないけどでもなんか学びを終えられたんだっていうね、そうですよ。そういうことがありまして、やっぱりこれってそうなんだな、そういうそういう方法もあるんだなっていうことで、一つ試してもらえたらと思います。必要な時。いかがだったでしょうか。今日は、現状を変えたい時の魔法の言葉ということで、ありがとうを使ってみてはどうかなってどうかなって言って、ご紹介しました。これ本当にいいですよ感謝して手放すっていうことですよね。なんでそのスピ活用する時って結局その他人にエネルギーを向けるんじゃなくて、自分のエネルギー、自分に意識を向けて自分の内側で解決していく感じなので、穏やかです。解決方法なんで、やっぱりいいですよ簡単だし楽になるし、心が。あとなんだっけ、もう一つ簡単、なんだっけ忘れちゃった視野が広がる。視野が広がるし、簡単だし楽になれる。そう前回の動画ですって言ったんですよ。スピ活用すると疲れちゃう。ということで、このチャンネルではこれからも日常で実践できるようなスピの活用法をお伝えしていければと思いますので、あと魂はどこから来たのとか宇宙の話もしていければと思います。なのでよろしかったらチャンネル登録お願いします。あといいねとグッドボタン、高評価とかシェア、お友達にシェアとかもよろしければお願いします。では今日もご視聴ありがとうございました。アンニョン。Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars